すか助役。こんな時間にわざわざ。ぼやくなぼやくな。運転法見てろ。珍しいもんが見られるんだぜ。公主階層でしょ、関西から首都圏の。別に珍しくもないですよ。なんだ SRC か。ますます珍しくもなんとも。ちょっと待て。ってことは SRC で公主階層やってんのか？なんだよこれ。何を改装してるんだ？廃車改装じゃないよな。助役、一体これは。さあな、明日は三浦半島が熱くなりそうだぜ。まあ今年は猛暑だそうですし。その暑いじゃねえ。暑い。ついに来るったら来るのね。そっちゅう見舞いと見せかけて宣戦布告だなんて、なんて嫌なやつなのかしら。パスネットパスットちゃん、車中お見舞い申し上げます。すると関西ヒルトちゃん。まったく身の程知らずもいいところね。格の違いってものを思い知らせてあげるわ。で我が勇敢なる敵の戦士たち、軽くひねってやるのよったらやるのよ。こんなにすんなり会えるとは思ってなかった。列車を仕立てて入ってくれば嫌でもわかるからな。堂々と自走してきやがって。それより神戸線で俺が言ったことを覚えているか。俺と競り合えるだけのいい車に乗り換えるまで勝負は預けておくと言ったはずだけどな。それなら覚えてるけど、俺にとってはこいつがいい車なんです。この車は前とは違います。これじゃあダメですか？いいだろう。俺にとってもやり残したバトルだ。ここでケリをつけてやる。横浜を過ぎて大きな鉄橋を3つ渡り、最後の鉄橋 JR のオーバーパスを渡りきった品川がゴール。俺のタイミングでスタートしてゴールまでに抜かれたら俺の負け、抜かれずに逃げ切れたら俺の勝ち。なるほど。大見えを切るだけあって少しは速くなってるな。だがいくらチューニングしたところで所詮抵抗制御の旧式車、こっちは 3VF インバーター制御だ。40年の差ってやつを嫌ってほど思い知らせてやる。俺は気に食わないな、藤原の態度が。兄貴がわざわざチームへの誘いに行ったってのに返事もしないまま京急へ出張かよ。あいつ俺たちより須藤の方が上だと思ってんのにな。そう単純に考えるなよ。藤原は遠征チームの話には興味を持っている。ただ今のところは自信がなくて迷ってるだけさ。だから京急に乗り込んだのも京一に対しての単なるリベンジじゃないだろう。むしろ自分で確かめたいことがあるんじゃないかな。2000回の戦闘力と自分のテクニックが京一の2100にどこまで迫れるかを。こちら神戸選手、列車無線を使用で使うんじゃない。なんとも不思議な車になったもんだ。
パワーは格段に上がっているようだが、何よりも加減速の挙動が以前と全く違う。超高回転型の主電動機に多段マスコンというところか。確かにお前なら乗りこなせるかもしれないが、小賢しいぜ。その程度でパワードバイシーメンスに勝てると思っているのか。くっそ、誰だよ。京急が高速コースだなんて言ったのは。首都圏では高速運転で鳴らしている京浜急行だが、横浜を境に性格はガラリと変わる。横浜伊東はほぼ直線の高速コース。横浜以南は海岸線を縫うコーナーとトンネルの連続。しかも高低差はあるが標高差は小さい。藤原には不利な条件ばかりだな。なんか気が重くなってきたな。ただ俺にも予想できない要素が一つある。新しい主電動機と制御装置を手に入れた2000回。あれがどこまでやれる車なのか掴みきれていないんだ。新鉄バトルでポテンシャルを出し切っていたとは考えにくいからな。こちら神戸選手で温泉場には一線を止めて立ち話をするんじゃない。なるほど、やっと分かったぜ。違うと言っていた意味が。確かに違う車だ。ここをこんな風に走るやつは初めて見るぜ。だが速さにつながらなければそれはただの曲芸に終わる。阪急で凌介がそうであるように、ここでは俺がエンペラーだ。狙った獲物は逃がさねえ。京急本線は横浜を境目に完全に性格が違う。横浜以南は短いストレートと中低速コーナーの嫌になるような繰り返しだ。丘陵地帯を縫うように進み、いくつもの山岳トンネルを抜ける。どんな奴が来てもここでは今日一にかなわない。京急本線で鍛えられたテクニックにかかれば、高速運転で鳴らす2100がまるでコマネズミのようにくるくる回る。派手さはないが年季の入った職人のように渋い仕事をする。今日一は中低速コーナーの鉄人なんだ。どんな奴が来ても今日一には勝てっこねえんだ。上大岡を過ぎて2列車が絡んだままだってよ。意外じゃねえか。いや、相手は関西ナンバーワンの下り屋だからな。勝負は品川手前八津山古線線路橋。来ると分かっていてもかわせない。今日一のカウンターアタックで全てが終わる。つうか終わってんのは俺か。もう少し楽に仕留められると思っていたが、確実に行けるところまで待つか。もうすぐこのテクニカルセクションも終わる。2000もそこで失速だ。俺のカウンターアタックからは絶対に逃げられないぜ。熟練した走り屋ほどこのトラップにはまる。それはテクニックとは別な人間の本能的な感覚だからだ。
通過。次は駅。なんだよ今のは。一瞬ホームみたいなのが見えたぜ。くそ、ただでさえ変な色の河川柱がチラチラして鬱陶しいのに、まったくわけがわかんねえ。京急本線の落とし穴は見慣れない緑の河川柱、旧平沼駅。そして嫌というほど続くワインディングに慣れきった感覚が横浜伊東の高速サイドに対応できないことだ。高速サイドへ一発で切り替えられたやつはいない。たった一人を除いては。そう、あいつだけは。横浜、ここから首都圏屈指の高速コース。テクニカルセクションはこれで終わる。ここからは本物のパワーが必要なんだ。せてやるぜ、須藤恭一流勝利の方程式。気が遠くなるほど長いストレートの先に思い出したように現れる高速コーナー。低速セクションに鳴らされた感覚には心臓が飛び出すほど恐ろしい。ペースを作れず突っ込みのタイミングを見誤る。鼻先をちょいとねじ込んでおけば橋の上でインとアウトが入れ替わっていつも通りのフィニッシュだ。この勝負もらったぜ。
品川、この先すぐ3つ目の橋。下り勾配のすぐ先に中速コーナー、続けて制限4025の試験。突っ張っても無様なだけだ。減速して楽になれ。フランジ削って走ってやがる。バカが死にてえか。曲がれっこねいける。曲がる。曲がってくれ、俺の2000。曲がりやがった。ありえねえ。叫んな。ダメだ、届かねえ。乾杯だ。最後の試験員、普通の神経ならあんな無茶なツッコミはしない。確信はあったのか。俺見えてるんですよ。あの時も自分の車の外側の車輪がこれから通っていく曲線がはっきりと見えていて。それ普通に軌道のことじゃねえか。ボケてんなよ匠。鉄道なんだから当たり前だろ。ああ、そうなのか。たく、我が息子ながら恥ずかしいぜ。それより藤原、俺と二人っきりで世界を目指す話は考えてくれたか。そりゃねえぜ兄貴。池谷先輩、俺たちの匠が連れて行かれますよ。よし、匠を縛って吊るして保護しよう。おめえらこんな下手くそのどこがいいんだ。顔が。ちょっと待ってくれよみんな。よし、分かった。そこまで言うならレッドハンサムズに改名しよう。おい高橋涼介、匠はスピードスターズのものだからな。ふんふん。ほらナスビ、兄貴の声で喋るんじゃねえ。こんなところでやめてくれよみんな。やっほー、匠くん、マムシドリンク飲んで頑張ってね。なつきちゃん、親父さんの声はやめてくれよ。あれ、声が遅れてくるぜ。認めてやる。いい車だ。あいつはでかくなる。こんなところでとどまるスケールじゃない。涼介が目をかけているわけがよくわかる。いずれ涼介さえも超えていく男だ。俺にはわかる。この先何年かの後、あいつは一国道を越えるだろう。何を寝ぼけたことを言ってるのったら言ってるの。パスット様。しくじったわね、須藤恭一。そうでお許しを。うわ夢。須藤、仮眠終わりだぞ。おう。よし、行くか。新幹線で名古屋まで行きたいんだけど。品川が便利ですね。快特なら1本ですよ。ちょっと待て。なんで乗務から外されてるんだ俺。ただいま到着の電車は特急南風号宿門回送車です。阪急2000系の運転士はいるか。